グータラーズです。今日はね、ヨッピーのカーライフシリーズボリューム9ですね。でね、この GTO のリアシートの脇、レザーが剥がれてんだよね。でね、ここ剥がれてから一回剥がして、もう一回ボンドつけて貼り直せばいいんじゃないって話になって、ちょっとね、その方式をやってみようと思って。で、パーツ持ってきました。で、このレザーのとこ全部剥がして、一回剥がしちゃいます。いらんもんね、どんどん外して。で、これをね、スポンジが中にね、入ってるんで、昔の車、よくできててね、お金かかってますよ。ただ単にレザー貼っただけじゃないもんね。スポンジ貼ってるからね。やっぱね、この、へこんでるとこ剥がれてんだよね。そこどうしても劣化なんでしょうね。なのでね、ボンドをつけ直してつけてみようってことでやってみます。でね、ああやってなんていうのかな、ヒョウ柄模様になってるんだよね。あれも全部ね、剥がれてます。ボンドが剥がれてる箇所です。綺麗に見えてるのはあそこ全部ボンド剥がれてる。だからね、スプレーボンドをちょっと塗ってね、ほんでくっつけてみようってことでスプレーボンド塗ってます。なんかね、これうまくいかなそうな気がしてたんだよな。ちょっと見ててください。でね、オープンタイム取ってから貼ってます。だけどね、ボンドが型になるのか、スプレーボンドがダマになってんのか。ほんでね、あとね、この母材自体に油が浮いてるっぽくて、うまくくっつかないんだよね。平面はうまくくっつくんだけど、へっこんでるとこ、あそこがうまくつかない。これね、平面はよくつくんだよ、やっぱり。でね、ボコボコになるしね。この平面とかまだいいんだよ。ヨッピーが一生懸命やってるけど、ヨッピーも感づいてたと思うよ、この時点で。なんかなと思ってたと思うよ。平らなもんでね、一生懸命貼ってんだけど、伸ばしてんだけど、やっぱり月が甘い。でね、失敗判定下します。これは失敗だってことで、全部張り替えようってなりました。なのでね、黒いアルカンターラ買いました。アルカンターラっていうのかな、アルカンターラ調だよね。でね、ピラーから何から全部貼ることにしました。全部って言っても、もともとレザー貼ってるとこもあるんで、レザーとかあとビトンの生地、これビトンのカバンをね、3、4個壊してね、ビトン生地も貼ってんですよ。そこは外して、で純正のところ全部アルカンターラしちゃおうやってことで、全部貼っちゃいます。この間ね、陽生がやってたあれはね、伸びなかったんで、これね、糊もついてて伸びる生地です。これめっちゃやりやすかったです。やっぱ糊ついてて伸びる方がいいですよ。でも俺ら糊がついてても、母材には全部一応ボンドつけます。ボンドつければかなり強力になりますし、これ糊ついてるって言ってもさ、糊だけのやつでつけるとね、絶対剥がれてくるんだよね。なのでね、ボンドをつけてオープンタイム取って、ほんで生地を貼ってます。これだとね、結構またこの月が違うんで、ボンドをつけた方がいいです。でね、いつも買ってるボンドが売ってなくてさ、売り切れだったんだよね。赤ボンドってやつ、みんな知ってるかな。
でね、リアピラー。ここが複雑だったな。もうね、ピラー側にはもうボンドつけてあります。これね、2人じゃないと無理だね。でかいのは特に。1回もひっついちゃうと剥がれないから、どっちにもね、糊がついてるからね。で、こういうとこはまあ、大きいとこまず貼ってあげて、これね、ボンドついたんだね。ボンドついてもね、結構パーツクリーナーで落ちますから、焦らずに取ってください。で、開口部は思い切ってね、どっちかに巻いてあげます。どっちかに巻いてあげる。で、絶対生地が足りないんで、それとか思い切って切っちゃいます。切って開口部を開けるっていう感じですかね。で、そこにまあ足りないその生地をまた貼っていくんですけど、まあ、アルカンタラなんで起毛してるじゃないですか。少し毛が立ってるので、切り込みが気にならなくなるんですよね。ほら、こうやって生地をね、また足してあげるんです。で、大事なのは切るときなんだけど、まあ、家のクロスと同じだよね。クロスと同じ感じ、同じ要領で生地をこう足してあげる。そうするとこう、うまい具合に傷が見えなくて、いい具合になります。まあ、ヒートガンで伸ばしたりすることもあるんだろうね。俺らはこの方式取ってます。でね、ちょっと指導します。この切る感じ。これを生地をずらしてくれちゃう。そのためにこので切った後はね、この少し伸ばしてこの切ったところに生地にこう合わせてあげるっていう、まあ口では説明しづらいんですけどね、このヘラを使ってやるんですよ。で、精密カッターこれよく切れるようにしてもらわないとダメですから、一回一回刃は変えた方がいいかもしれないです。ここが今切るラインだから、ここを少しこのかぶせ気味で切ってあげるっていうのかな。そうやって一発で切ると綺麗になります。まあ、なかなかうまくいかないけどね、どうにかこうにかって感じですけど、そこの際をスパッと切ってあげるとうまくいくんだけどな。いい感じです。まあ、何しろ俺らプロじゃないんで、本当にね、ゆっくりやればできるんですよ。ゆっくり丁寧にやれば何だってできると思うんです。プロじゃなくて、プロじゃない人も、まあ、プロっていうのは早く仕上げてきれいに仕上げるのはプロですから、板金だってそうだと思うんですけど、板金だってね、素人だってできるんです。ただただ時間がかかるだけで、きれいに丁寧にやればいつかはできるんですよっていうようなモットーでやってんだけどね、なかなか難しいよね。早く終わらしたいけどさ、こうやってね、あとはね、生地をこう伸ばして合わせてあげる。これはもうクロスと同じだね。家のクロスと同じようにこうね、ヘラは使わないな、クロスはローラー使うんだけどさ、この肝をこう合わせてあげるんだよね。アルカンタラの肝をこう合わせてあげる。そうするとこううまい具合に傷も傷っていうか足した部分が見えなくなりますんで、ほらだいぶ綺麗になった。やっぱ生地張り替えてよかったね。へこみの部分もね、生地の剥がれもなくなったしね、張り替えて正解でした。あとはね、生地巻いてあげましょう。しっかり巻いてください。この巻き結構大事ですから、巻くことによって生地が引っ張られて、ずっとこのね、なんて言ったら生地が張ってうまくこう綺麗に見えるので、しっかりね、こっち側にもボンドつけて生地を巻いてあげてください。あとはリアスピーカー側のね、サラネットもつけてあげます。下にね、もう一個もう片方準備してあります。もうね、ボンドを塗ってあります。ボンド塗ってもオープンタイムの時間です。
まあ生地にも糊がついてるんで、オープンタイムだいぶ長めにとっても大丈夫です。かなりくっつきますから。逆にくっつきすぎて失敗が許されないんですけどね、ポンとついてると。まあだいぶ綺麗に貼れました。まあごまかしが効きやすいんですよね、アルカンタラの場合。普通のレーザーと違ってね、結構ごまかしが効くので貼るのも楽です。まあ、貼った後も綺麗ですし、かなりこのやりやすい生地ですよね。アルカンタラとか、まあ、あとは XN とかその辺の起毛系の生地は結構楽です。修正が効くんで、ごまかしが効くっていうのかな。しかも綺麗に見えますしね、高級感もありますし、よく考えたなトーレさんでね。残りの方もね、どんどん貼っていきましょう。やっぱりね、2人で貼った方がいいです。2人いないと大きいものはね、厳しいです。へこみのとこまずこう合わせてやってっていう感じかな。まあ一番問題だったへこみだよね。あそこ生地の剥がれがあったんで。でね、サランネットも綺麗に貼って反対側も OK です。だいぶね、綺麗でしょ。やっぱり綺麗だし、かっこいいし、生地貼る分にはね、アルカンターラおすすめです。一番いいのはやっぱごまかしが効くので、そしてまた綺麗に見えるって感じかな。今日も全部ね、生地貼っちゃったな。持ってきた具材は全部生地を貼りました。そろそろ本当に車検に近づいてます。あと今度はね、ビトンの生地も買ったんで、生地っていうか、ビトンの生地っていうか、なんだ、ビトンのカバンを壊した生地売ってたんですよ。デカめの。やっぱボストンかなんか壊した生地かな。縫い目がちゃんとあってね。それをまあ、エアバッグのとこに貼ろうってなってんで、次はその動画ちょっと上げてみたいと思います。ビトンの生地は硬いんで、こうヒートガンなんかでこう炙りながら、溶かしながらっていうのかな。溶かすんじゃないけど、ちょっとそうやってやんないと貼れない感じなんですよ。で残りのそのパーツ、メーカーだとかエアバッグだとか、あとはグローブボックスなど、そういう動画ね、来週じゃないや、次の動画で上げたいと思いますので、また見てやってください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。みんなもね、生地貼りやってみてください。アルカンターラ結構ごまかし効くんでやりやすいです。本日もありがとうございました。こっち